にちは、はるかねです。今日はクラシックチュチュのスカートの部分にあたる、チュールのカットと染めについて動画にしていきたいと思います。でその前にね、まずはスカートのね構造について絵を描いてご説明していきます。で子供の場合はだいたい5、6段で、大人になったら8段から10段ぐらいスカートが入るんですけれども、でこの時にねチュールを下向きに縫っていくとスカートが下がってしまうので、逆向きにこっち向きにこういう風な感じで縫っていくことになります。で下がね短くて上が長い状態でこういう感じで縫っていきます。で一番下がね硬いチュールで、一番上が柔らかいチュールとかレースになります。で一番下はだいたい30から50デニールですかね。で50だとこの辺が30になったり、でこの辺が15デニールとかねって感じで、だんだん柔らかくしていくとふわんふわんとジャンプのたびに揺れる柔らかいスカートになります。で下をね硬いチュールにすることによってスカートが下がってくるっていうのを下からね硬いので短いので支えていく形でスカートがぐっと上がるように、そういう構造になってます。はい、じゃあ、今回使うチュールについてご説明していきます。だいたいねこの順番で、この色グラデーションで作っていこうと思っています。で本来はねもうちょっとこういうグラデーションばっかりを集めて綺麗にグラデーションしてもいいんですけれども、ちょっと遊び心というか同系色のグラデーションばっかりだと面白くないかなと思って、ちょっと違う緑系を入れてみました。で、こちらは、前回作ったツンの色と一番近いお色で、かなり硬いガサガサしたチュールになってます。でこれねもう染めちゃってるんですけれども、これ前回作った時の残りでね十分使える量が残ってるので、ちょっと今回はこれを使っていきます。多少順序が変わるかもしれませんけどね、この辺とかね、だいたいこんな感じで、一番上はもう柔らかいこんな感じのチュールで、ちょっとこれラメが入ってます。でいつもならねこれ前回の残りなんですけれども、これが一番上に来て、その下にこういうラメのチュールをね挟んだりすることもあるんですけど、そうするとね舞台上で下のラメがちょっと照明に当たってキラキラして綺麗なんですけど、今回は一番上のこれがもうすでにラメが入ってるので、もうラメチュールは使わずにこのままで塗っていこうと思います。はい、じゃあ裁断していきます。ダイソーでね買ってきた安全ピンとハサミを使って切っていきます。はい、で各所こうやって留めていきます。はい、でダーッと留めたら切っていきます。はい、じゃあ、適当な長さに大きさに切れたので、さらに小さく切っていきます。これ1段目なんで、よいしょ、これ2段目にする予定のやつよりもちょっと短いぐらいで、ここねギザギザに切っていくので、あんまり短くならないように、ちょっと長いかなって思うぐらいでちょうどいいと思います。大きいの長いのを小さく切るのはいつでもできるけれども、短く切っちゃったやつ伸ばせないんでね、ちょっと大きめに切っていきます。じゃあまたここね止めて、全部止めていきます。は
い、じゃあ切れたので、安全ピンを外して1枚だけ端と端を合わせて、こうまた安全ピンで留めます。で、こうね、折りたたんでいきます。折りたたんだら外してもう一度留めます。これをね、ある程度の長さになるまで繰り返して、よいしょ、自分のね切りやすい長さに合わせて、このぐらいかな。こっちも留めます。端っこ揃えてね。で、この端をギザギザに切っていくので、ずれないようにさらにもう一個留めます。で、ハサミで大体ね、同じ間隔、同じ角度になるように切っていきます。こんな感じでカットできました。はい、同じように3段目も切りました。はい、こんな感じでカット終了しました。これがね、1段目で2段目、3段目、4段目、5段目、6段目になります。はい、で、染める時はこのようにカットしたものをくるくるくるっと丁寧に巻いて、このような筒状にして、圧力鍋にドンとつけて染めていきます。はい、キッチンに移動してきました。今回は染めはしないんですけれども、一応染めについてご説明しておきます。こちらね、私が愛用しているマックスポイント社から発売されているベストカラー、フロリナのお衣装の時はブルーを使って染めています。ポリエステル用で、チュールもポリエステル 100% を使っています。はい、そしてチュールはこのように先を切った状態で、丸く筒状にまとめて、安全ピンで留めてほどけないように固定してあります。で、こちら圧力鍋を使っていつも染めています。でね、このように綺麗なグラデーションを出すためには、必ずね最初にこれを水で全部普通の水道水で全部濡らします。もう先までしっかり濡らします。そして、この圧力鍋にできるだけもうギリギリまでお湯を入れて、そこに、薄い色から入れて染めていきます。でその時はこうこのようなトングを使って、熱湯なんでね、トングを使って、こういう風に折りたたんで、ここまで薄い色を染めて、徐々に、またこのベストカラーを追加して、でこの辺まで折って染めて、追加して折って染めてという形でだんだん濃く染めていくようにしています。はい、でベストカラーの裏の説明書きにはガスコンロ90度以上30分程度と書かれてますけど、うちは
ガスコンロがなくて IH なんで、IH でも染められると思います。私も染めれてるんで多分大丈夫でしょう。自己責任でお願いします。で90度以上で、30分程度と書いてありますけど、私はだいたい5分から10分程度、そんなに濃く染めることがないので、薄いブルーのグラデーションなので、で毎日洗濯するようなものでもないので、月に1回洗うか洗わないか、全く洗わないというねプロの業者さんもいらっしゃると思うので、色落ちとかそういうのもあんまり気にしなくていいかなと思います。で、こちらソーピング処理って言って、一旦染めた後、その色落ちさせる処理、余分なね染料を落とす処理があるんですけれども、そちらをしっかりやるようにしています。はい、そしてこんな感じでね、染めが完了しましたら、しっかり水をよく切って、生乾きの状態のまま安全ピンを外してアイロンで乾かすような形になります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。次回はねこちらのね、こういうチュール、カットしたチュールをこのようにタックをつけて縫って、でこれをねまた糸1本だけシューッと絞って、しっかりフリル状態にしてスカートに縫い付けていくという作業をしていきます。で今回ね染色をね、実演できなかったので、お鍋の前で説明しただけだったので、ちょっと分かりにくい部分もあったかなと思いますので、ご質問などありましたらコメントの方に、書き込んでください。できればグッドボタンと高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。